トされたんだこの先生。マンダラとは回転する世界、宇宙、愛の力を表し、マンダラ塗り絵は脳の活性化につながると健康な人々にも注目されています。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は大谷翔平選手から知った美しいマンダラアートです。学校でいつもの先生がヘアカットに行くとなんだか笑っちゃう時ってありませんでしたか？カットされたんだこの先生。男の先生だとなんだか急に少年っぽく見えたりして、エンゼルスのミッキー・モニアック外野手も綺麗にヘアカットしてきたばかりベンチに座っていました。7月30日試合前のことです。そこへ大谷選手がやってきて、その隣に笑顔で帽子を持つとすがすがしく整えたモニャク選手の頭にギュッとかぶせ、満面の笑み。せっかく決めてきたのに。驚いたように吹き出して赤面するモニャク選手。ファンはミッキー気合い入れて散髪してきたん？イケメンは何をしても似合うな。大谷さんいじると思ったよ。モニャックのこと可愛がってるなとコメント。モニャック選手といえば大谷は世界一のプレーヤーに違いないと常々話す若手のホープ。2人の関係性を知るファンは大谷先輩を慕って大好きで大好きでたまらない後輩ミッキーと大盛り上がり。可愛かったのはモニャク選手の赤面の表情、そしてかぶせた後の大谷選手うつむきながらの満面の笑み。仲良し、癒しなど胸をときめかせるファンが目立ったそう。前回はそんな大谷選手の野球上達目標マンダラチャートをご紹介しました。母校花巻東の佐々木宏監督のご指導だそうで、大谷選手の3年先輩、現在トロントブルージェイズに所属する菊池雄星選手も書いていたと。マンダラって仏教っぽい響きですが、マンダラアートは世界中で見られるそうなので、今回それをご紹介。これはチベットの砂マンダラ、美しいでしょう。祈るように極彩色の砂を落としていく、その作ること自体が修行で、完成するとすぐに壊されてしまうのは諸行無常の教えから。一目見るだけで悪行を清め、世界の浄化を促すと言われるほど繊細な美しさ。もともとマンダラとはインドのサンスクリット語で中心、真髄を意味するマンダと所有を意味するラの合成語。大まかに言うと本質を有する、丸い、円といった意味で、回転する世界、宇宙、愛の力を表し、神の啓示が世界へ広がる象徴と言います。インドで崇められていたバラモン教やヒンドゥー教でも神や仏の世界を図形やシンボルで描いていたと。一方、キリスト教にまつわるマンダラとしてベネディクト派の聖女ビンゲンのヒルデガルドが描いたものはこれ、宇宙卵。宇宙を生み出す卵のことで世界卵とも言われているそう。丸いといえば自然界にもマンダラが。身近な例ではキュウリの輪切りの断面、玉ねぎ、キウイ、レモン、オレンジなどありますが、クモの巣なんかもそうですね。建造物ではステンドグラス、バラ窓、フランスストラスブール大聖堂のものや、2019年の大火災でも被害を免れたノートルダム大聖堂のバラ窓、またイスラム教の礼拝堂モスクの壁面装飾アラベスク。このようにアラベスクには円形のものもあります。本来は植物が伸びる様子、無限の力を象徴的に表したものだそう。ちなみに日本の昔の泥棒さんがよく盗品を包んで担いだ唐草模様の風呂敷、これはアラベスクから影響を受けた柄。泥棒さんがマンダラアート？昔は本当にどの家にもこの模様の風呂敷があり、盗みに入った家の風呂敷がよく使われたそう。
日本のアニメ「サザエさん」にはかわいそうな風呂敷という回があります。波平さん曰く、唐草文様は泥棒柄でなく延命長寿、子孫繁栄を願う象徴であったと。その証拠にお正月の獅子舞も唐草模様と話します。おめでたい文様なのですね。またかの有名なユングさんが治療にマンダラを使っていたのをご存知でしたか？スイスの精神科医心理学者でヘルマン・ヘッセや村上春樹などにも影響を与えたと言われる人物。そのユングがいつものように精神を病んだ人の治療をしていたところ、回復期の患者さんがある時点でマンダラに近い絵を描き始めたそう。不思議に思いましたが、別の患者さんにもマンダラ模様を描いてもらいました。すると効果てきめん治ってしまったというのです。ユング自身うつで悩んでいて、自分も描いてみたところ、なんと完治。現在では心理療法でマンダラを描いてもらったり塗り絵をしたりするマンダラアートセラピーを取り入れているところもあるとか。特に最近ではマンダラ塗り絵は脳の活性化につながると健康な人々にも注目されています。何も考えず没頭できて楽しかった、すっきりした気分になった、などなど。また認知症予防にも効果的、指先を使うこともいいですし、集中力はアップ。ただ眺めるだけでもリラックス効果があると言われています。市販のものやネットで検索しても見本が見つかります。ティーンエイジャーなどお若い方は大谷選手のようにマンダラ目標を書き、その横で祖父母は見た目も美しいマンダラアートの塗り絵をする、そんな楽しい時間を過ごされてみてはいかがでしょうか。孫と私を結びつけてくれたのはそのパワー。付録レビュー。今日はローラーシュレイお花のレンゲ5点セットグロー2023年1月増刊号の付録で、表紙は水野美紀さん。2023年70周年を迎えたローラーシュレイ、裏にロゴが入ったレンゲは象徴的な柄のバンチェットロージスから70周年アニバーサリープリントのロウェナやギリーまで、どれも可愛いお花柄。ナンバー63でご紹介したムーミンのレンゲセットと同じくメラニン樹脂製なので割れにくく軽量、アウトドアにも重ねて収納でき、ラーメンだけでなくおかゆやデザートに毎日の食卓を華やかに飾ります。綺麗ね、華やか。取っ手がローズピンク。食器のレンゲの正式名称はチリレンゲ。散った花びらの一辺だったんですね。レンゲは泥沼に生じて大輪の花を咲かせることから、属性に生まれても美しい悟りを得ようとする仏教のシンボル。鬼滅の刃のテーマ曲グレンゲはもともと仏の大から生じる救済の働きを意味します。実は仏教に縁が深いレンゲ、大谷選手から知ったマンダラアートのように心安らぐ美しい花姿でした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではではまたね。